はい、こんばんは、フェマルでございます。今回は国道1号線東山トンネルになりますね。でこちら2車線ずつの両方2本のトンネルがあるんですけども、こちらの方の旧道があるんですね。それの探索となっております。よろしくお願いします。でバンバンと車が通ってるわけなんですけども、こちらは当然歩行者が通れるような場所じゃないんで、こちらの方の右にこのような東山方面歩行者の通路がございます。で僕はね、車両通れるかと思ったら完全にこれ車両通れないんですね。これね、今は歩行者とか自転車の方のみが歩けるような場所になっていると思います。そして残念な話なんですけど、いつもねこういう古いトンネルになると心霊スポットって言われてたんですね。これね、なんかどうかなって僕は思うんですけど、僕は霊感がないんでね、見える人には見えるかもしれないんですけど、大体噂レベルじゃないかなって僕は思っちゃったりしてます。はい、で見えてまいりました。こちらの方が旧東山トンネル、通称で言ったら何だっけな、火山道って言います。火山隧道。確かね明治36年頃の竣工だったはずです。そしてこちらのポータルは、これは改修したんだよね。これタイル張りにしたんだよね。どうなんだろう、中はともかくだけど、変額とかはその当時のものかなと思うんですけど、あそこにキーストーンがあるってことで、これはどうなんじゃ、もともとのじゃないよね。多分これがオリジナルだと思うんだけど、でこれ上からやったんだろうね。結構喧騒な中から外れて静かなところにあるんですけども、これもしかするとアーチ巻きここまであったんだろうね。これこうやってで、その上でこれ回収して狭まってるんでしょうね。こんだけの部分、ここの幅、ここからここは後から作ったんですよね、これね。とりあえず入ってみましょう。中はね、なんか明治の面影は全くない、何の変哲もないトンネルですけどね。でなんかね、こういう古いトンネルあるあるなんですけど、なんか首なしライダーが現れるとかどうのこうのっていう、なんかいろいろあるらしいんですよ。なんかでなんかなんだっけな、真ん中ぐらいでなんかそういうのが出てきてもう逃げられないとかって、なんかすげえ噂の話出ちゃうけど、なんかそんなこと言っております。結局この上にも京都市西条とか京都の西条とかあったりとか、なんか歴史的にもちょっと曰くはあるらしいんですけど、といってもねそれは後付けの話だと思うんですよね。残念ながら僕はそういう心霊系の人じゃないんで申し訳ないんですけど、ドライに淡々と行かしてもらいますけど、めちゃくちゃ外観のその明治の隧道とは思えるめちゃくちゃ綺麗なトンネルになってます。ありがたいことに誰も通ってこんでいいです。助かるわ。はい、残念ながら何の霊障もございませんでした。ないんやけどね。で出てまいりました。そしてこちらが、東山トンネル新道の方の入り口となっております。こちらとポータルで行くと
どうなんじゃこれ。どうなんじゃこれは。これがオリジナルなのか。これレンガはこのままなのか。なんか僕が思うにはこっち内巻き側はこれは後付けじゃないかなと思うんですよね。だってキーストーンがそうでしょ。だからこの外周中側のこれは後付けだと思うんですよね。だから本来ここはシャダウでもあったんですけど、それで考えたらやっぱもうちょっと狭いかなって思うんですよね。両側通行として考えるとね。なんでまあこれどこまでがそのオリジナルかなんかよくわからんですけど、どうなんでしょうね。古き良きと言ったらどうなんかわからんところですね。はい、そしてこちらの方を向かっていきますと、このように新トンネルと旧トンネルが並行してあるのが分かります。そしてこれは東山ドライブウェイって言ったかなの道だったと思うんですけども、東山上園と書いてあるから、ここのあの先が、市営の火葬場があるんじゃなかろうかと思います。はい、であと将軍塚っていうのもありますから、なんか曰くがあるんでしょうかね。でそしてなんかあそこに生餃子の自販機が、まあいいや、気のせいか餃子の匂いもする。はい、そういったわけで、まあ、この大動脈の脇にある佇んでいる明治の水道がある、東山トンネルでございました。なかなか交通量が多いんで、まあ、見に来る方いらっしゃいましたらちょっと気をつけてくださいね。ということでありがとうございました。バイバイ。